墜落の映像を僕何度も見ましたが、落ち方としてはすごく不自然な落ち方で、ああいう墜落はないんですよ、実は。何かっていうと、受けて落ちた。お父さん、はい。この間ちょうどインドの方の旅客機が墜落して、1名のみ生存者っていう事件があったじゃないですか。はい。あれはちょっとその前のイランとイスラエルの回でも少しお話ししてたんだけど。ちょっと事件臭いよとね。そうそうそう。それについて今日はちょっと聞きたいんだけど。まあもうこういうことをね、事故だか事件だとか、事故が事件だとかっていうのはもうみんな多分自粛してるんですよ。で、そういう飛行機の墜落に関してはどうっていうことを言わなくなっちゃったのは、まあこの今僕らがやってるプラットフォームの YouTube っていうののね、性質上、バンされる可能性もあるから、そういうのもあるかもしれませんが、一応、こういうことが考えられるって話で言えば、まず落ちた飛行機、あれは今まで落ちたことないんですよ、あの飛行機は。すごく性能のいい飛行機で、なおかつ飛行機って車と一緒で中のオプション変えられるんですけども、落ちた飛行機っていうのはオプション的にすごく高い、スペックを持ってた飛行機なので、落ちない。っていうのは、その墜落の映像を僕何度も見ましたが、タイヤもそうだし、フラップはやってないし、飛び上がりきれない状態で、途中まで600メートルまで飛んで、そのまま飛び上がる力がなくて、水力が落ちて、ボンって落ちてますよね。あれは、落ち方としてはすごく不自然な落ち方で、ああいう墜落はないんですよ、実は。一個考えられるのは、電力を消失した。エンジンが止まった。もしくは、そのフラップが下がらないっていうかな。油圧系が全部止まったとかっていうの考えられるんですけども、今からブラックボックスのその回収をしていろいろ解析すると思いますが、おそらくバードストライクとか、そういうことで落ちたっていう結論になると思いますが、僕は違うと思いますね。バードを吸ってる様子もないんですよ、実は。結構いろんな角度から動画撮られてるんですよ。もう落ちたところがやっぱ民間だったんで、だから、撮ってる人が結構スマホで撮ってる人が多くて、両方のエンジンも鳥が当たった様子はないんですね。何かっていうと、そこが、前回のイランの回でも話をしましたが、イギリスとアメリカのね、パルス攻撃を受けて落ちた。インドの飛行機だね。エンジンが止まっちゃった。エンジンが水力が落ちて、何らかの形で、要はその、飛び上がるの羽のフラップがあって、下がんないとか、タイヤが上がんないとか、いろんな理由があるじゃないですか。それで多分落ちたと思うんですけど。これは飛び上がった瞬間に攻撃を受けるの？はい。一瞬止まるんで、一瞬に電気、一番飛び上がる瞬間だから、飛行機ってこう、水力が上がっていくじゃないですか。上がったそこで一気にエンジンかけるんですよ。一気にガーッと登っていくときに切ってると思いますね。切れちゃった。だから飛び上がりきれずに、そこで水力が消失して落ちる。それも民間の方に落ちるところの方まで、600まで上がって落ちてるんで、たまたま目の前に大きい建物があったから、そこにぶつかって民家に入らなかっただけなんですね。本当はもっと大きい騒ぎにする予定だったと思います。これね、実はイランと、インドでガス田の開発をしていたりとか、いろんな技術協力とかを実はやってる関係なんですよ。ブリックスでもありますしね。そうなんです。で、それやってたので、そのあたりなのかなって、多分あまりイラン手伝うなよみたいな感じの警告はあったと思うんですよね。想像ですよ、皆さん。想像。ね。誰もそんなこと言ってませんから。ただ、なんで落ちたか、バードストライクだって言われたときにもっとそれはすごい想像だよねってなりますよね。映像みんな見てますから。で、落ち方も、中にいる人が実は撮ってるんですよ、動画。ここで何かが当たった音もないんですよ。いきなりシューッと音が小さくなって落ちてってるので、明らかに、エンジンの水力が落ちた。もしくは全ての電源がアウトになったっていう感じなんですよね。バードストライクではないっていうのも本当に専門家もね、皆さん映像何度も見てね、それはないですねっていうことは言ってますよね。飛び上がっていくためのスタイルになってないんですよ。全部羽も動いてないから。ってことは、それで落ちたってことが考えられるし、ああいうジャンボっていうのは、エンジンがいくつもついてますから、一気に全部消失するっていうのは考えにくいし、ちょっとありえないところの方で起きているので、僕は、パルスだった
っていうのが一番都市伝説的な言い方をしたとしても、現実に近いのかなっていう気はしますね。っていうのは、そういうふうに考えていかないと、じゃああの飛行機落ちるんだって次は話になります。はい。あれ、ボーイング社なんで、今までもうボーイング社いくつも落ちてますから、もうボーイング乗らないってなっちゃうし、それこそね、今、株価は下がらなかったけど、幸いにしてね、大丈夫だったけども、今後のまた違うところに飛び火しても困るでしょ。これから JAL もそうだったよね。ブレーキがかかっちゃって、みたいな。あれも、まあニュースの報道で言うと、ブレーキがどうのこうので大変なことになったんだよって言ってるけども、飛行機がね、ブレーキかかるときって、なんか違うところに不具合が起きてブレーキかかるんですよ、実は。危ないから。そのまま走ってたら危ないから、緊急停止してるわけですから、緊急停止してるってことは言わないよね。だからその報道の仕方も問題があると思うんですよ。だから報道の中にいろんな誤解があるかなと思ってて、僕は電力損失もしくはパルスかっていうことは一切言わないから報道の人たちはね。マスコミってのはあらゆることが言わなきゃいけないと思ってるし、僕は誰も言わないんで言いますけど、パルスかなって、パルスが一番原因としては考えられるんではないかなと思ってますね。で、個人的には、だと思ってます。それは、いろいろ背後見るとね、やっぱりそのイランの問題も絡んでるなと。でも結局もう警告ってことですか？まあ、聞かなかったんだと思います。やっぱそれはもちろんそうですよ。インドからすると、やっぱり去年っていうのはインド当たり年ですから、資源国家が一番伸びる年。で、伸びたものに対して今度は投資しながら増やさなきゃいけない年。で、まして本人たちは今後第二のね、中国みたいな工場を目指している段階で、いろんな各国のやっぱり協力を仰がないとできないでしょ。それこそ iPhone も全部もうインドで作っていくので。そしたら、やっぱりお近くのイランとか、そういうところとやっぱり組んでいく方が得するんですよね。いろんな国とやるよりは。で、インドって皆さんが想像する以上に数学とかね、あとはそのコンピューターとかが相当進んでるんで、そういうやっぱり技術提供しながら、イランからのまた協力っていうふうにして、お互い仲良くしようとしてるところを、いやいや、お前、アメリカのそういうね、仕事を振ってんのに、なんで仲悪いイランと仲良くしてんだよっていうふうに、まあ、悶着あったかなっていう、想像ですよ。ね、想像。ね、あったかなっていう気はしますね。今回一人だけ生き残ったわけじゃないですか。普通に生きてる人も巻き込まれてるわけじゃないですか。関係ない人たち。そういうところでこう生死を分けるじゃないけど、っていうのどういうところにポイントがあるのか。飛行機はね、まあ、今回頭の方もお尻の方も割れちゃいましたけども、まあ両方とも要は逃げ場所ないじゃないですか。燃えたらね。ああいう旅客機が落ちた時に、もう飛び出さない限りは全員亡くなってしまうんですよ。で、あそこ座っていた人ってね、ビジネスクラスの最後部なんですよ。で、そこって実は、非常口のちょっと前の方だったのね。たまたま落ちた時に非常口が開いたんだと思います。で、そこから割れて、で、本人はそこからあると思って飛び降りたと思います。誰かが助けたとかじゃなくて、割れた瞬間に偶然そこが開いて飛んだ。だから助かった。もう偶然としか言いようがないの。偶然です。だから逆に言えば、落ちた時点ではたくさんの人は生きてるんですよ。そっかその後に爆発をするから、まあ、一酸化炭素中毒もあるし、実際に火災で亡くなると思うし、いずれにしても、早く飛行機から飛び降りないとダメなんですよっていうのが飛行機事故の一番の鉄則鉄則です。はい。それがたまたま。反対側はね、なんかもう、このぶつかったコンクリートにもう開かない状態だったっていうのは、本人も言ってましたもんね。そうなんですよ。そういう意味では運が良かったし、あとは彼のいわゆる、なんだろうな、証言からいろんなことがわかると思います。ブラックボックスの話と、いくら話を捏造しても、いや、こうだったよっていう話になるし、様子でわかるじゃないですか。そういうのも、ちょっと誤算だったでしょうね。逆に。逆に。まさかね、生存者がいるって。そうそう。今回飛べるともすごい高さですからね。そうだよね。普通は生き残らないし、まあ建物にドンって突っ込んでるから、逆に落ちやすかった、降りやすかったありますけどね。はい。まあこういう真相をね、解明していただいてね、今後ね。そうですね。僕の言ってることはあくまで僕の想像です。ただいろいろな背後を考えて、不自然なところで考えたときに、こっちの方が自然かなって僕は解説をしてますので、
何でもかんでも飛行機はね、怖がらない方がいいです。飛行機ってね、本当に実はあらゆる乗り物の中で一番安全な乗り物なんですよ。それは、あらゆるその事故に想定した何重にもわたった安全装置があるんです。で、その安全装置をかいくぐって今回落ちているってことは、安全装置自体が動かなかった状態。つまり電力が喪失した状態だったと僕は読んでいるので、この話をしてますからね、あくまで皆さん。推測でというよりは、そうなのかっていうふうに考えていただいた方がいいし、逆にそういう事故もあり得る、そういうこともあり得るってことが分かってた方が、今後、いろんな意味で対策が取れるかなと思います。万が一ですよ、そういう飛行機なんかあった時には、とにかく飛行機から早く離れるってことですね。無理ですけどね。なかなか無理ですけど。はい。っていうふうに思います。亡くなられた方はね、200何人、本当にご冥福をお祈りします。早くね、真相が分かってね、ご家族も含めてね、安心っていうか、納得できる日が来ることをね、祈っております。Close your eyes もう大丈夫さ Close your eyes 静かに